こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。V 金10号の焼き入れ済みのストックがあったので、これを使ってめっちゃ軽い柳尺を作ります。HRC は62です。この柳は普通の柳にするつもりだったので、焼き入れ後の厚みは 4mm くらいあります。今回の動画はちゃんと和包丁の形状を保ちながらどこまで軽くできるのかやってみたかっただけなので、エンタメとして楽しんでもらえると嬉しいです。一般的な柳刃包丁は厚みがだいたい 4mm 前後くらいです。60番のベルトで外周を整えていきます。今回の柳は若干幅を広くしました。一番幅のある部分で 38mm あります。焼き入れして少し時間が経っているので、表面に錆が少し浮いてますね。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なので、ここでバッチリ作っておきます。裏付きが綺麗に作れていないと、砥石で裏を使用した時にラインがガタガタになっちゃいます。裏面ができました。60番のベルトで表面を作っていきます。和包丁の表は2面になっていて、上部の平面と刃がついている切れ刃面を交互に削って計算で出した数値にします。60番が終わって包丁の形になりました。この工程で厚みも一緒に減らしました。今の状態の厚みを測ってみます。一番厚みのある元厚は 1.3mm くらいです。まだ削れる工程があるので、完成時にはもう少し薄くなると思います。薄い和包丁だとふぐ引きと剥き物が 2.5mm から 3mm くらいなので、和包丁でこの薄さは作ったことがないです。薄くはしましたが、裏はしっかりへこみを作って先に行くほど絞れて和包丁の形状になっています。次は120番で60番の傷を消します。ここまで薄くしてしまうと押すとしなるので、そーっと何度も当てて傷を消さなくちゃいけないので、地味にめんどくさいです。240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。機械に当てる角度を一度でもミスして真ん中のラインが崩れたら、
コンティニューなしのゲームオーバーですね。600番で400番の傷を消します。今回の柳は表と裏に頻繁に曲がってきてめちゃくちゃやりにくいです。この後は800番、1000番と続くので、この辺で、ジャンプ !1000 番が終わりました。峰と顎を磨いていきます。顎は指をかけた時に痛くないように、細く切ったベルトで角を取りながら形を崩さず磨いていきます。包丁の背側の部分の峰も長時間指を乗せた時に痛くないように慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を専用の当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。絵を作っていきます。ハンドルの上部に島黒炭、主体となる部分に世界一重たい木材のリグナムバイタを使います。リグナムバイタで絵を作ったら、刃と絵とどっちが重くなるのか楽しみですね。島黒炭をカットしていきます。リグナムバイタをカットします。切ったカスが金箔っぽいですね。木材の比重が高い木は水に沈むものもあります。普段使っている黒炭も沈みます。たまに動画で使うデザートアイアンウッドも沈みますね。
リグナムバイタは油分があるので水を弾いていますね。スライス板で平面をざっくり出します。スライス板で包丁を刺す部分の穴を開けます。材料が揃ったので接着しています。固まったので四角に成形します。リグナムバイタはあんまり匂いはありませんが、削った後は新築みたいな匂いがします。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。この木は油分が多いので削った粉がベタベタくっつきます。220番で60番の傷を消します。リグナムバイトは油分が多いので、いつも使っている木材の収縮防止剤は塗らずに、どうなるのか様子を見たいと思います。400番で磨いていきます。220番が終わった時点で結構綺麗ですね。あとは同じ作業になるので、バフ終わりまで。ジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。力を入れて研ぐと包丁がしなってその部分だけが研ぎ広がってしまうので、力を入れずに何度も砥石に軽く当てて刃を出していきます。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。8000番の砥石で研いでいきます。まずは面直しをしていきます。ステーキの焼き目みたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。
表が研げたら裏押しを作ります。裏も押さえつけるとラインが広がってしまうので、そーっと慎重に押します。今まで動画で裏押しした中で一番やりにくかったです。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面に仕上げました。正面から見ると普通の柳に見えますが、背側にするとトリックアートみたいに見えますね。今回の包丁は薄いですが、表のしのぎはきっちり作りました。裏押しはいつも通り狭く一定です。先の裏押しが少し広がりましたが、形は綺麗に出ました。峰と顎も鏡面仕上げです。絵はリグナムバイタを主体に作りました。ツヤ感がすごいです。ワックスをかけたフローリングっぽいですね。絵の上部には縞黒炭を使いました。刃の重さを測っていきます。75g でした。いつも作っている柳尺は 150g くらいなので、いつもの半分くらいですね。絵が 81g なので絵の方が重たいです。刃と絵で 156g でした。一般的な方絵の重さも測ってみたいと思います。この絵は僕が作ったんじゃなくて市販されていたのを購入しました。方絵はやっぱり軽いですね。厚みを測ります。一番厚みのある元厚で 1.26 ミリくらいです。先端のしのぎラインの終わりあたりが 0.85 ミリくらいです。先端あたりが 0.2 ミリくらいです。顎のしのぎのところの厚さが 1.22 ミリくらいでした。試し切りしていきます。切った感じは普通の柳と大して変わらないですね。砥石の研ぎやしなり具合を考えると使いにくいので、薄ければいいってものではないですね。薄く作るならせいぜい2ミリ前後くらいがちょうどいいかもしれません。ここからおまけになります。裏押し前ですが、ガラスの板にぴったりくっつくように調整しました。薄いとぴったりくっつくように調整するのが難しいです。今回初めては包丁をここまで薄くしてみましたが、しのぎの終わりが 0.8 ミリくらいなので、元厚1ミリくらいはいけそうです。あと、ホコリだらけですみません。切れ刃面にべったり砥石を当てます。当てる砥石は8000番です。まずは面直しします。
ベタっと置いて切れ刃面を研いでいきます。これだけ薄く作ってもしのぎラインがしっかり作られているのと、新品エクボなどのへこみはありません。砥石で切れ刃面全部当たってしのぎラインきっちりっていうのを見やすくするためだけの研ぎなので、研ぎ目をきれいに揃える化粧研ぎはしません。需要があれば両刃もどのくらい薄くできるのかやってみたいと思うので、よければコメント欄で教えてください。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。